こんにちは、とどろきくんです。今回は SV650X のマフラーを交換して音量の計測と純正マフラーと音の比較をやっていきたいと思います。交換するマフラーはイクシルっていうスペインのマフラーメーカーのものです。値段は送料込みで5万円くらいでした。見た目はこんな感じで上下2本出しのマフラーで、昔乗ってた川崎のザンドスっていうバイクの純正マフラーが上下2本出しで、それが結構気に入ってたのでこのマフラーを買ってみました。マフラーを買うときに気になるポイントとして、音の質はもちろんなんですけど、車検に通るかどうかっていうのも結構気になるポイントの一つだと思います。で、結論から言うと、このイクシルのマフラーはそのままでは車検に通りません。なので車検に通るようにちょっと手を加えていきたいと思います。まずさらっと SV の車検に適用するマフラーがどんなものなのかっていうのを整理すると、3つ気にすべきポイントがあって、まず1つ目が騒音低減機構を容易に除去できない構造、2つ目が加速走行騒音防止性能、3つ目が近接騒音が 94dB を超える騒音を発しない構造となっています。それぞれ詳しく見ていくと、まず1番の騒音低減機構を容易に除去できない構造っていうのはどういうことかというと、バッフルを簡単に外せないようにしてねっていう意味です。簡単に外せないっていうのは具体的にどういうことかというと、こちらは国土交通省が出している資料なんですが、溶接とかリベットで取り付けるとそれで大丈夫となっています。2番目の加速走行騒音防止性能っていうのは、これは加速騒音をちゃんと基準内に収めてくださいっていう意味なんですが、この加速騒音って測定するのがめちゃくちゃ難しいんですよ。なので国が指定している機関から認証を受けてたら、それは適合することにしましょうという風になってます。で、その指定されている機関っていうのが皆さんよくご存知の JMCA なわけなんですが、この指定されている機関っていうのは JMCA だけじゃなくて E マークでも OK っていうのを国土交通省が資料を出してます。で、今回購入したイクシルのマフラーはちゃんと E マークがついてるので、この部分は OK です。で、最後3つ目の近接騒音が 94dB を超える騒音を発しない構造なんですが、これはまあそのままの意味で、指定の測定方法で 94dB 以下にしてくださいっていう意味です。排ガス規制に関しては、純正のサイレンサーの部分に触媒が入っているバイクは、マフラーを交換した場合はガスレポっていう証明書が必要になってくるんですが、SV の場合はサイレンサー部分に触媒は入ってないので、ここは気にしなくても大丈夫です。スリップオンマフラーじゃなくて液パイごと交換するっていう場合は SV もガスレポが必要になってきます。まとめると2番は OK なので、1番と3番に適用するように今から手を加えていきます。まずバッフルですが、このマフラーは星型のボルトで留められてて、これは容易に除去できる構造に該当するので、このままでは車検非対応となります。この星型のボルトは T30 っていうサイズで外せました。バッフルはこんな感じで一番底が閉じられてて、横の穴を通って排気するっていう構造になっています。中はこんな感じで、一応周りに消音材っぽいものが入ってますね。この消音材っぽいものは外側からリベットで留められてます。それではバッフルをリベットで留めて車検対応にしていきたいと思います。もちろん僕はリベットなんか使ったこともないし、持ってもいないので、Amazon で1500円のハンドリベッターっていうリベットを留める工具を買いました。これがリベットっていうもので、こっから出てる長い棒の部分をリベッターに差し込んで、この棒を引っ張ることでリベットの先端を潰して抜けないようにするっていう構造になってます。ハンドリベッターに付属してたリベットだと全然長さが足りなくて使えなかったので、ちょうどいい長さのリベットを用意しました。このリベッターの使い方ですが、めちゃくちゃ簡単で、リベットを穴に入れて棒の部分をハンドリベッターに入れて、この棒が折れるまで何回か握ると完成なんですが、めちゃくちゃ硬かったです。リベットで留めるとこんな感じで先端が丸く潰れてバッフルが抜けないようにちゃんと固定できました。もう片方のバッフルもリベットで留めたので、これでバッフルは大丈夫です。次に近接騒音ですが、これはちゃんと計測しないとわからないので、三和サプライの騒音計を買いました。実際に車検で使われるものと比べるとかなり安いものなんですが、測定誤差が一応プラスマイナス 2dB なので、94dB のマイナス 2dB の 92dB 以下に今回はなるようにすれば車検対応と言えると思います。最初はスマホのアプリで計測すれば一緒って思ってたんですけど、スマホのアプリ何個か入れて実際に計測したんですが、
明らかに音が大きくなってるのに、純正と 0.1 ぐらいしか数値が変わってなくて、もう精度がガバガバだったんで、仕方ないんで騒音計を買って測定し直しました。測定の方法は、排気方向から45度、排気管から 0.5 メートル、50センチ離れた場所で、回転数を最高出力の回転数の 50%、SV の場合は4250回転ですね。この状態で5秒以上状態を保持して急激にアクセルを離した時の最大値を測定します。45度の部分は適当にしましたが、大きくは外れてないかなと思います。測定結果は純正マフラーが 85.3 デシベル、イクシルのマフラーが 110.6 デシベルでもう全然ダメでしたね。これはもちろん自宅で測定したんですけど、リベットで止める前に測定するべきでしたね。で車検証に記載されている数値が88デシベルなので、3デシベル近く今回低い数値が出ている可能性があるので、これを基準に考えて91デシベル以下の表示になるようにしていきたいと思います。ちなみに120デシベルが飛行機のエンジンの近くくらいのうるささらしいので、結構な爆音ですね。音量を下げる方法ですが、正直20デシベルも音量を下げるのは無理だと思ってたんですけど、一応やれることはやってみようかなと思って、とりあえずさっき止めたリベットをドリルで外して、木島のグラスウールを持ってたのでそれを詰めてみました。最初はバッフルに巻きつけようとしたんですけど、内部の消音材と干渉してうまく入らなかったので、先にグラスウールを詰め込んでからバッフルを装着しました。このバッフルは底が閉じられてるんで、この方法でもグラスウールが外に飛んでいくっていう心配はないです。この状態で計測した結果が 89.3 デシベルで、見事91デシベル以下に収まりました。正直グラスウールだけでここまで音量を落とせるとは思ってなかったので、結構びっくりしました。これでマフラーの保安基準は一応全部満たせたと思うので、イクシルのマフラー音と純正のマフラー音を比較して聞いてみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。音質は高音がだいぶマイルドになって低音の方が響いて結構気に入ってます。音量はうるさいのが好きっていうわけでは全然ないんですが、音が小さいとどうしても他の車に認識されづらいっていうのがあって、バイクの存在が音だけで認識できるくらいの音量は欲しいなと思ってます。今回は純正と比べて4デシベル大きくなっただけなんですが、全然うるさくはないけど音で存在はわかるくらいのちょうどいい音量になったんじゃないかなと思います。消音の方法に関しては、そんなにグラスウールで排気出口塞いだらエンジン壊れるんじゃないかって心配される方もいるかもしれませんが、僕はこの程度であれば特に問題ないかなと思ってます。排気量が小さいバイクだと影響が出てくる可能性もありますが、650cc でしかも2気筒なんで全然問題ないと思いますし、実際今のところ全く問題はないですが、真似する場合はくれぐれも自己責任でお願いします。今回紹介したマフラーとかリベッターとかは概要欄に Amazon のリンクを記載しておくので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。今後もこういった SV650X のカスタム動画を出していくので、いろんなカスタム見てみたいって方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。それじゃバイビー。